じゃあ今日のレッスン始まるよ。ティーチングプロの竹内美子です。とうとう YouTube を始めました。始めました。普段のレッスンを生かして、いろんな角度からゴルフを楽しむためのコツというか、いろんな情報をお伝えできたらいいかなと思ってます。体のこと、脳科学のこと、そしてもちろん技術のこと、そしてこういうふうにコース現場に来てのいろんなライからの優しい打ち方などをお伝えできたらなと思ってます。役に立ったな、いいなと思った方はぜひチャンネル登録、そしていいねボタンをよろしくお願いします。はい、今日はナパラゴルフクラブ一本松コースに来てます。まずね、ゴルフっていうとスイングのことばっかりイメージ、スイングの振り方とかばっかり考えてしまうんですけど、やっぱりコースに来るとコースをどう進んでいくか攻めていくかというのがすごく重要だと思います。でクラブ一応14本使っていいんですけど、14本でやっぱりみんな飛ばすとかいう、練習が、多いかと思うんですけど、実際コースに、来てみると飛ばす、そこそこコース内に飛ばす。でその次はホールに向かって、ボールを運ぶ。そしてグリーンの近くに行くとカップに向かって寄せる、あるいはパターで最後はホールにカップに入れるっていうことで、種類が飛ばすクラブですね、このドライバー主に。そして運ぶクラブっていうのはセカンド以降ですね、このウッド類とかユーティリティ、アイアンなどでボールを運びます。そしてグリーンに近づいて、グリーン周りはアプローチの、クラブとかバンカーとか、それから、パターなどを使って、カップですね、ホールの方に寄せていって、最後はホールイン、カップインするというのがゲームなので、大きく分けて3つです。飛ばす、運ぶ、そして寄せる、入れるっていう3つね、3つの練習をまんべんなくしていくことがとても大事なので、練習の時に、偏った練習にならないかなっていうのをちょっと気をつけて。で今日は特にコースに来てるので、グリーン周りからですね、練習の仕方を、遡っていって、寄せる練習、そして運ぶ練習、そして飛ばす練習っていう風に分けてやっていきたいなと思います。でコースならではの傾斜地とか、ラフからの打ち方とか、皆さんがなかなか練習場でできない練習だと思うので、バンカーも含めてですね、コースならではのコツというか、うまく楽しく回れるようなコツをお伝えできたらなと思います。じゃあグリーンの周りまで来たっていうことで、普通ティーグラウンドからグリーンの方しか見ず、ひたすらこっち向いて、進んでられると思うんですが、グリーンの近くに来て、あるいはホールアウトしてからでもいいので、一度ティーグラウンドの方を振り返っていただくと、ティーグラウンドからは狭く見えたエリアでも、こちらから見ると意外と広かったんだなとかいう発見があります。で何度か回られるコースであれば、じゃあ次回は、今日はちょっとあっち、狭く見えたけど次回は広いんで、これ思い切って打ってみようとか、そういう戦略が立てられますので、このグリーン側からティーグラウンド側に遡るっていうマネージメントといいますか、攻め方ですね。でピンの位置にもよりますけれども、今日のこの赤白の旗、グリーンの左側に立ってますが、この左側に対しては黄色い旗が立っているエリアからだと、花道を使ってまっすぐ攻められますので、かなり気分が楽になります。もしこれを、左やら右やらの角度がつくようなとこから打つことになると、すごい構えにくいし、ミスが出やすいので、なるべくシンプルにまっすぐっていうラインをね、そしたらそこからティーグラウンドに遡ってっていうふうに逆のマネジメント、通り道のようなものを考えていただくと、かなりゴルフが優しくなるので、なるべくそういうティーグラウンドからの見た感じに騙されないと言ったらあれですけども、あまりプレッシャーを感じないためにも、ぜひ遡ってマネージメント、振り返る習慣をつけてください。
はい、そしたら次ですね、このグリーンの読み方です。でまずグリーンに上がってしまう、あるいは、もういきなりカートで横につけてしまうと全体の高低差が見れないので、できましたらグリーンの手前上がる前に全体の高低差を見ます。でここですとちょっと軽い2段グリーンになってて、左の奥が高い感じになってます。で2段の上は左から右に下りがあります。下ってます。で、段の下は右から左に下っているという、ちょっとうねったようなグリーンになってますね。そしてその間に、マウンドがたくさんありますので、自分のボールとカップとの間、ボールは水が流れるように高いところから低いところへ落ちていきますので、その高いところ低いところの見極めが大事になります。このグリーンでしたら左奥が一番高い、次が、右の手前が高いで、一番低いのは、左手前と、右の奥も高いけど一番低いのは左手前になりますね。はい、ざっくりとそういう、傾斜を頭に入れてグリーンに上がってきます。そしてボールと自分のボールとカップとの位置関係ですね。上りなのか下りなのか、そして、ボールがカップに近づく球の勢いが一番、なくなった時に影響を受けるカップ周りの傾斜っていうのを主に見ます。で例えば、ここから赤白の旗ですね。必ず見てほしいラインが手前からだけでなくカップの反対側にプレーの時間をうまく使ってね、人を待たせないように、プレーファーストなんですがカップの反対からまず見ます。そしたらこちらから見ると手前からは見えなかった、上りだと思って見えてたけど、こっちから見ると下っているのが分かります。そして、球の勢いがなくなるカップ周りですねだとこっちがかなり下がっているのが分かるので、こっちから見たら下りの、右から左への傾斜があると。多分カップに入る最後の入り口は、この辺りですね。時計でいうと、向こうから見たら12時6時とすると4時ぐらいからコロリンって流れ込むようなイメージなんかなっていうスピードまでね最後イメージします。でこれを直線的に打ってくると下りなのでスピードが合わないのは困りますので、下りの場合はカップの入り口ですね、4時ぐらいこの辺りから流れ込むだろうなというのも想像します。そしてグリーンで大事なのが目なんですが、ちょっとこちらからボールの方を見るとなんとなく黒っぽく見えます。今日曇ってて分かりにくいですけどちょっと黒っぽく見えます。でグリーンの奥の方をね見ていただくとちょっと白っぽく見えると思うんですが、順目です。あちらに対しては速いっていうことですね。目が向こうを向いている。で、今のこのラインに関してはだから下りである。でこちらから見たら逆目ってことは黒く見える逆目、向こうから順目だろうと。そして最後は、右から左にかなり落ちるだろうという想定をしながら、ラインに沿ってできたら低い方からね横から見ながらざっくりとした距離感というのを頭に入れます。そして頭に入れながら、スピードとかを想像しながら、ロングパットであればさっき言いましたカップの入り口とそれから途中通るところですね、この辺通るかなっていうちょっと目印なんかを見ながら歩きながら足で傾斜などを感じて、マウンドがちょっとあるなとかいうのもこの時観察します。でこの場合はここに、大きなマウンドがあります。だからフックですね、ここで右から左へ持っていかれる。ボールのとこに戻ってみると、やはり白く見えます。さっき向こうからは黒く見えましたけど白く見えます。で、こっちからは上りに見えましたけど向こうからは下りなので順目下り、右から左と結構速い、フックラインかなっていうのを想像します。で今歩きながら見てきた、いくつかの通すところっていうのを自分でもう一回確認して、で最後はボールの打ち出しですね、フェースを向けるところ、ボールから5センチぐらい近いところがいいですねに何か目印をつけて、そして最後はカップを見ながら距離感っていうのを想像します。で普段はボールを転がしたりできませんけれども、練習ができるのであれば手でねボールを転がすようなイメージで、
ちょっとスピードを想像します。そして、フェースをターゲットですね、5センチぐらいのところにスパッツに合わせました。自分の体も肩のラインすべてフェースの向きと平行に合わせました。ここで自分で OK だなと思ったらスタンスをとって、それから、思ったスパッツに向けて構えて、最後に頭に残るのは距離なんで、あとは信じた距離の感覚で打ちます。そうすると、右から左。ちょっと抜けましたけれども、高い方を通れば入るチャンスがあるので、低い方を通るのじゃなく、高い方をカップをオーバーするようにっていう風に練習をすると、こういう長い距離っていうのは入るチャンスが出てきます。なるべくショートしないように練習の時はオーバーめ、高い方を通るようにっていう風にやってみてください。